おはようございます。ボスケです。今日はね、スコープテックの天体望遠鏡をパワーアップさせようと思っています。もうね、すでにね、下はパワーアップしてます。こちらね、もともとついてる携帯台じゃないですよね。これはね、ミザールの K 型携帯台というものですね。で、その下は、これはね、最近買ったビクセのモバイルポルタの三脚です。いろいろね、組み合わせれるわけですね。で、今日ね、パワーアップしたいのが、ここ、接眼部になります。このね、ラプトル50のね、接眼部ってね、24.5mm の接眼レンズが取り付けられるようになってるんですけれど、最近売られてる天体望遠鏡ってほとんどがね、これよりもね、一回り大きいもの。アメリカンサイズのね、アイピースってよく言われるんですけれど、K がね、31.7mm のものが多いです。ですので今回はそれに合わせて 31.7mm の接眼部をつけたいと思ってます。実はね、スコープテックさんからね、こんなものをね、あらかじめ取り寄せてます。ちょっとこれを開封しますよ。はい、ここから取り出したのはラプトル50用のね、接眼部ホルダーって書いてありますね。はい、これがね、ラプトル50用の 31.7mm 接眼部です。使用後は外してくださいって書いてあるところを外しましょう。これがあったら見えないですもんね、さすがに。パッカーン。どこかのね、安物接眼部と違って中ね、真っ黒ですね。こういうとこはね、さすがによく作られてますよね。それではね、元の接眼部を外していきます。このようなね、ネジをね、3箇所取るだけです。そうすると接眼部がね、外れますよ。このように。そしてこの 31.7mm 系のをこうやってね、つけるわけですね。はい、今ね、焦点ノブを水平にしました。そしたらね、この状態でビスを打っていくわけなんですけれど、もともとね、ここの部分にね、穴が開いてないので、ここにね、穴を開ける必要があります。2.5mm の径のドリルを使ってちょこっとだけね、穴を開けます。ちょっとね、予測しない出来事が起こりました。舌をね、ビス止めしたらね、動かなくなっちゃいましたね。この穴を避けてね、ビスを打つしかないです。断腸の思いで別のところにビスをね、刺すことにしました。はい、これでいいわけですね。まあさっきのね、穴はね、市販のこういうような白いテープで塞いでおきましょう。これで目立たんくなった。はい、完成です。はい、そしてね、よくあるプロセル 20mm を刺したんですけれど、その状態で無限弦を見ると大体ね、105mm ですね。アイピースにね、差とかがあるので、まあ大体それよりもね、プラマイ 5mm ぐらいはちょっと前後すると思いますが、まあそれでもね、100mm は幅があると思います。ですので、まあ大概のね、天井プリズムはね、取り付けられる。で、あとね、成立プリズムはね、90度のやつは取り付けられると思います。まあ45度のやつはね、航路帳が長いので心配だったらちゃんと航路帳を調べてから買った方がいいと思います。まあでも大体いけるんじゃないかなとは思いますね。はい、というわけで今回はスコープテックのラプトル50を 31.7mm 接眼仕様にするという動画でした。